皆様、こんにちは。本日はカプコンの横スクロール型アクションゲーム、ファイナルファイトを今更ですが、振り返ってみようと思います。最近はベルトスクロールアクションなんていうジャンルで呼ばれるらしいぜ。当時は、そんなハイカラな呼び方はございませんでした。1989年、平成元年でしたからね。まず、ストーリーは、大西洋に面した架空の都市、メトロシティが舞台となっています。このメトロシティは、犯罪集団のマッドギアが牛耳っていました。マフィアか半グレか。この状況を何とかしなくてはいけないと、市長のマイク・ハガーが警察を使ってイケイケどんどんと、マッドギアを追い詰めていきました。ドゥテルテ大統領かな。ところが、激おこぷんぷん丸になったマッドギアは、これ以上余計なことをするんじゃねえぞ。なんと、市長の娘さんをさらって、人質にしてしまいました。今度は逆激おこぷんぷん丸になった市長と、その娘さんの恋人のコーディが、マッドギアへ乗り込んでいくところから、ゲームが始まります。ガイを忘れてるぞ。ガイは頼んでもないのに、助っ人を申し出た、コーディの友達ですね。紹介雑すぎだろ。ストーリー上の重要度の問題でございます。だからスーファミ版では容量の都合でカットされたのか。ファイナルファイトは、後に登場するスト2シリーズほどではありませんでしたが、当時としては大ヒットしました。このゲームがスト2になるはずだった逸話もあるよね。この当時の 2D ゲームは、キャラクターの絵の枚数で、スムーズなモーションを表現していたんですが、ファイナルファイトは、当時としては、他に類がないほど、滑らかにキャラクターが動いていました。他にも、敵キャラクターをまとめて攻撃できる爽快感も、ヒットの要因でした。光栄の無双シリーズに通じるものがあるね。プレイステーションはまだ先だな。余談ではありますが、同じ年に稼働し始めた類似ゲームに、セガのゴールデンアックスが挙げられますが、こちらの作品では、道中に乗り物に乗って攻撃ができるなどの特徴がございました。これはこれで面白かったな。コーディだけはナイフを掴んだまま攻撃できるんだよね。キャラクターには、それぞれ特徴がございまして、ざっくりではありますが、こんな感じになっております。今じゃ、よくあるゲームシステムだね。当時のアクションゲームではそれほど多くなかったかな。映像の市長のハガーは、ご存知の方も多いとは思いますが、攻撃や技などは、スト2のザンギエフの前身になっております。ボディプレスに、パイルドライバーとかザンギエフそのものだな。ハガーは確か、元プロレスラーって設定だったね。ガイは、攻撃力は小さく、素早さに特化したキャラになっております。あと、ガイに限ったことではございませんが、パンチ連打中にレバーを逆方向へ入れて投げるパンチ投げなどの技があるのも、ファイナルファイトの魅力になっています。画面端の壁を蹴って飛ぶ三角飛びができるのはガイだけだね。ガイはパンチハメもやりやすいんだよな。キャラ設定では忍者なんだよね。ここからは、ファイナルファイトの移植や関連作品を見ていくことにしましょう。映像はどちらもスーパーファミコン版ですが、右側が後から発売されたガイが選択できるバージョンになります。ファイナルファイトガイは、細かい追加要素はありますが、キャラクターがコーディからガイに置き換わっただけのバージョンになっています。現代の DLC 商法に通じるものがあるな。あは。あと、スーパーファミコン版は、2人同時プレイができないことと、ステージ4の削除や敵キャラの同時出現数が3人までといった仕様になっています。スーファミ初期の頃だから色々仕方ないね。続いて、X68000 版になります。X68000 版は、アーケードに近い仕様になっていますが、一部オブジェクトの省略や敵の同時出現数が4人までといった仕様になっております。当時は X68000 版が出ると聞いて、すぐ予約しに行ったな。カモネギだったもんね。続いて、メガ CD 版になります。メガ CD 版は、CDDA によるアレンジ BGM になっているのが特徴ですが、やはり、敵の同時出現数が4人までといった制約があります。
メガ CD 版はパンチの操作性が、他の機種と全く違うんだよな。あと、メガドライブの最大の弱点、同時発色数の少なさを如実に感じる移植だった。続いて、ゲームボーイアドバンス版でございますが、こちらは、携帯ゲーム機版といえども、ハードウェアの世代が違うため、解像度が低いこと以外は、敵の同時出現数が6人までになっているなど、これまでの移植の中では、最も制約が緩和された仕様になっています。CDA 版はアーケードの稼働から10年以上経った2001年発売だからな。2D ゲームはお手の物だね。他に、PS2 版のカプコンクラシックなどにも収録されていましたが、こちらは完全移植版になっております。これは、もう何も言うことはないな。2006年に初めて完全移植版が出たんだね。PS2 のカプコンクラシックは、他に PS 版のカプジェネ5枚分のタイトル全部収録しているから、お得感が半端じゃなかった。その他に、ファミコン版のキャラがデフォルメされた、マイティファイナルファイトなどがございます。本家を遊んだ後ではしょぼさは否めないが、これはこれで、そこそこ楽しめる作品だな。経験値貯めて必殺技を出すシステムなんだよね。ここからは、続編と関連作品を見ていくことにしましょう。ファイナルファイト2は、オリジナルが、アーケードではなく、スーパーファミコン版での登場でした。前作ではできなかったスーパーファミコンでの2人同時プレイも、今作からはできるようになりました。敵が同時に3人までの仕様は変わらないけど、完全に家庭用向けな作品で遊びやすくなったな。パンチ投げもできるね。ハガーのファイルドライバーはスクリューになったんだけど、威力は変わらないんだよな。見た目だけなのね。そうそう、今作の主人公はマキだからね。続いて登場したのが、ファイナルファイトタフになります。こちらも、スーパーファミコンがオリジナルになっていますが、前作の2から2年後の登場ということもあり、ロム容量も24メガビットと前作の倍以上になり、ステージ分岐やダッシュができるようになったりと、大幅にパワーアップしました。超必殺技もあるね。タフは当時の次世代機のサターンやプレステが発売された後に発売された作品だから、色々微妙な立ち位置だったな。一人でも 2P をコンピュータがやってくれるモードもあるよ。かなり処理落ちするけどな。続いて紹介するのが、ファイナルファイトリベンジになりますが、こちらは、ファイナルファイトのキャラクターによる格闘ゲームになっております。セガサターンの末期に発売されたソフトで、現在はプレミア価格になっているようですが、2000年代前半では普通の価格で買えたように記憶しています。リベンジはハガーとかダムドとかが使えるんだよな。と言っても、ハガーはほぼザンギエフなんだけどな。ストリートファイター EX みたいな感じだね。サターン末期の作品ゆえの流通量の少なさで、レア感はあるけど、当時はクソゲー扱いだったはずなんだぜ。なんだと。ファイナルファイトのキャラクターたちは、ストリートファイターシリーズにも数多く登場しています。その中の一部ではございますがご覧ください。クソゼロシリーズでは1作目で、ガイとソドムが登場するんだぜ。ゴモラも登場するの。2作目でロレントの登場で、3作目でコーディが加わるんだぜ。ゼロ3出た時、コーディがなんで囚人服なのかわからないまま遊んでた。プレイするのに関係ないからな。アンドレとヒューゴは、同一人物として紹介させていただきました。ザンギエフとは別人だよ。みんな知ってるから。ポイズン、ド S 姉さん登場。オイルまみれで、鞭で撃たれるってやばくない？ク
その発想がやばいな。アビゲイルでかすぎだね。本家はこの人ね。30年後の技術で随分リアルになったな。ポイズン姉さんもエロさに磨きがかかったね。はい。というわけでですね。本日はファイナルファイトを振り返ってみました。実は、ストリートファイタークロス鉄拳の映像の一部を紹介したかったんですが、行方不明で見つかりませんでした。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうだぜ。またねー。